正直期待していなかったんだけど、思いっきりぶっ飛ばされたぞ。というわけで、やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ND ダイナミックドライバさん、KZTRN に続いて、この価格帯で安価に購入できる、スイッチ付き1ダイナミックドライバイヤホン。ただし、この価格帯の1ダイナミックドライバスイッチ付きイヤホンは結構癖がある。現在登場しているものは、KZD-Fi と、TRN-MT1MAX。D-Fi は音質がいいんだけど変化が少ない。MT1MAX は、音質変化が大きいんだけど、すべてのスイッチをオフにすると、なんと音が聞こえなくなるという不思議な仕様のスイッチだ。ND ダイナミックドライバさんもその不思議な仕様の方に属していて、すべてのスイッチをオフにすると、音が聞こえなくなる。そのため、選べるモードは4つ。個人的には、出荷状態のベース強化モードが一番好みだった。というか、この状態が星5だ。さらに、低音が強すぎないと嫌、という人には、高音強化モードとバランスモードが、そして、低音が強すぎないと禁断症状が出る皆々様には、さらなる低音強化モードも用意されている。外装は、今までに発売されたこの価格帯のイヤホンの基本を踏襲している。グラデーション塗装され、高品質なアルミ製と思われるフェイスプレート、そして、同じくアルミと思われる、金属製のノズル、本体部分は樹脂製で、冬に金属が寒すぎる感じもない。付属品はシンプルに、基本セットの、本体、ケーブル、そしてイヤーピース、それに加えて、本機はスイッチ付きイヤホンなので、操作用のSIMピンが付いてくるぞ。ここまで聞いた感じ、このイヤホンは KZ や TRN のフォロワー的な立ち位置に感じると思う。実際、KZ や TRN を買うような感覚で買ってしまって大丈夫だ。第3の選択肢だけど、品質的には先行品に全く見劣りしない一線級のもの。ケーブルの仕様がそれらとはちょっと違うけど、洗剤としては KZ や TRN が採用している、安価な銀メッキ線。絡みやすいけど取り回しは良く、ケーブルの存在を忘れる細くて使いやすいケーブルだ。もちろん、QDC コネクタによるリケーブルが可能なので、今までの低価格向けイヤホンの資産をそのままこのダイナミックドライバさんに使うことができるぞ。さて、ND さん、なんで最初にあんなにテンションが高かったのかというと、それはドライバユニットにある。この価格帯の1ダイナミックドライバイヤホンというと、10ミリのどこかで見かけたようなユニットを採用していることが多い。20磁気回路で、樹脂振動板、低価格機を揃えていると、2018年以降、おそらく親の顔より見た仕様なんじゃないかな。このダイナミックドライバさんも、実はどっかで見たドライバの外形をしてるんだけど、これ、DQ6 で見なかった？もしかしてこれ、2020年に完全無線イヤホンで登場した、KZZ3 以降、有線モデルでは1回も採用されなかった、XUN 世代のドライバの1ダイナミックドライバモデル、しかも振動板は改良済み。この価格帯のブランドだと、メーカー間でも同じユニットを共有してた事例はあるので、可能性はあると思う。このドライバが XUN か、その後継という前提で話を進めよう。XUN の特徴は、とにかくドライバの奥行きがでかいこと、20磁気回路でそもそもでかくなったユニットに、さらにデュアルチャンバー構造を採用した結果、普通の分厚い中国製10ミリダイナミックドライバに、さらに背面に富士山型のドームがつく、このドライバ、1ダイナミックドライバで採用された例が、TWS とこのダイナミックドライバさんだけなので、非常にレアな機種となる。しかも、ダイナミックドライバさんに採用されているものは、振動板が当時ものよりも改良されているっぽく、振動板の厚みは5ミリメートル以下と織り込まれている。なんで2020年に発売したイヤホンに近いドライバが採用されているだけでこんだけ盛り上がってるか、具体的な音の仕様を言えばわかるはず。XUN は、背面のチャンバー部分のおかげで、低音で空間の奥行きを表現するのが得意なドライバだ。大型すぎるので、イヤホン内のスペースの関係か、なかなか採用されてくれなかったんだけど、KZ の10ミリダイナミックドライバの中でも、最も空間表現が得意な機種となっている。密閉された、音楽ホールみたいな、しっかりと空間と壁を感じる表現が、低価格ドライバの中でも最も得意な印象で、僕は KZ の歴代ドライバの中でも3指に入るくらい好みだったんだ。で、今までに有線モデルで購入できたのが、高音域がかなり鋭い、CCA-CSN と、マルチドライバの KZD96、そして、ZAS くらいだった。まさか、全然別のブランドで、大好きなブランドの血筋に合うことになるとは、そんなわけで、ドライバーを観察しただけでもテンションがマックスの ND ダイナミックドライバさんなんだけど、実際に聞いてみようか。
聞いた感想は、ずっとこの手の位置ダイナミックドライバに求めてた。空間が広くて、低音が響く。そして、程よく鋭い高音域。スイッチ付きだけど、初期状態が最も KZ 好きには好みになるんじゃないかな。僕の理想的な、サブベースの洋感とスケール感を感じる。とても力強い音だ。もちろん、低音はブーミーになることはなく、また、高音域も、改良された振動板のおかげで、やわすぎず、また変に尖ったり、刺激的だったりしない。空間表現は、XUN の系統の技術が採用されているだけあって、非常に力強いサブベースの洋感を保ちつつ、しっかりと、空間は広いということをイメージさせてくれる。正直、新ブランドの第一弾ということで、かなり期待値は低いか、あるいは大暴騰を期待していたんだけど、スイッチ付き1ダイナミックドライバの中で、これが一番のおすすめだ。XUN の低音域は本当に独特なもの。多分一番聞かれている機種は、KZ-D96 シリーズか、もしくは、KZ-Z-AS だと思うんだけど、Z-AS をさっぱりバッサリと重要な音だけ出せるようにしたようなモデルであり、D96 の高音域の柔らかさを取っ払った、1ダイナミックドライバだけでシンプルに鳴らす1台、かつ、Z-AS よりは抜け感があって、Z-AS や D96 が好きな人だったら、このイヤホンもぜひとも体験してほしい1台だな。本当に何度も申し訳ないんだけど、XUN はあともう一歩の調整が欲しいダイナミックドライバユニットだった。Z1 は高音域が狭すぎて、ハイブリッドになった方が高評価なパターンが多かったんだけど、2023年基準の振動板に出会ってくれたおかげで、1ダイナミックドライバらしい、はっきりと聞きたいところが鳴ってくれる、明瞭な中高音域と、破綻のない高音域が同時に実現できるようになった。そして、そこに、このユニットの強みである低音域の空間、きちんと距離がありながらも、ゴリゴリにインパクトを与えてくるサブベースは、空間系魔法を習得したゴリラのごとく、この手の密閉イヤホンだから聞ける低音域のインパクトと、絶妙なつかず離れずの距離感で、引き締まりと量を両立したベースを提供してくるぞ。一番近いのは 12mm 系ダイナミックドライバのサウンドなんだけど、それともまた違う、広がりのある音は一丁の価値ありだ。このイヤホンは、メリハリが効いていて元気なキャラクターのイヤホンが好きな人におすすめ。TRN-V90 や、TRN-T1MAX なんかが好きな人には相性がいいな。高音を抑えたい場合にもスイッチがあるので、もっと高音がおとなしい機種が好きな人でも大丈夫。そうなると、今の手持ちから買い足す必要はあるのかなと考える人もいると思うんだけど、さっきから何度も言っている通り、XUN の表現力は他の低価格ダイナミックドライバユニットとは少し異なる面白みを見せてくれるので、近いような1ダイナミックドライバとも違う印象を受けるだろう。再現力とかで言ったら、他におすすめはいっぱいある。が、この ND ダイナミックドライバさんはすごく楽しいイヤホンだし、微調整も許してくれる上に、他のこの価格帯のイヤホンとは低音の表現力が異なるので、また違う楽しさを提供してくれるぞ。メリハリの効いた、割とうさんくさいサウンドなんだけど、低音域側の空間表現の拡張感に、異様に現実感があって、こういうのに出会うために、低価格1ダイナミックドライバーを触ってるんだよ、という気持ちになる。KZ の XUN の血筋を引くドライバが好きな人は、間違いなく掴んでおいた方がいい一台だ。Z-AS、D96、そして、4年前の Z1 が大好きだった人は、ぜひ、振動板が進化した、ND ダイナミックドライバさんの低音域、そして、改善した高音域を味わってほしい。また、バランス型で若干オウム寄りで素晴らしい完成度を見せる、KZ-D9S などの新世代ドライバに近い振動板を使っているので、あれらの完成度のまま、ドンシャリの極まったようなサウンドを楽しみたい人にもおすすめだ。CCA-CRA プラスに、妙な拡張感が伴ったような機種でもあるので、そこら辺が好きな人が次に手を出すのにも良い。コフィービーンみたいな個性的なイヤホンが好きな人も、多分好みになる。より抜け感が強いんだけど、低音がグイグイ来る感じ、空間表現が、狭くて完成しているクーフィービーンと、ホールのような臨場感で完成しているダイナミックドライバさんでは、かなり違う印象に感じられるはずだ。というわけで、こんだけ押してるからわかると思う。多分、この動画は、ブランドがまだ知名度が低いこともあって、玄人感のある人が見てると思う。結論は、おすすめだよ。ていうか4年待ってたんだよこれ。サムネでもわかる通り星5だ。完全に色を疲れた、たっぷり楽しめる低価格1ダイナミックドライバーイヤホンだぞ。と、こんな感じだな。
低価格1ダイナミックドライバーイヤホンは、本当に最近レベルが高い。最近だと、EDXS がすごく良かったし、TQS も、CRA プラスも、キウィアーズのドルスなんかもすごく良かったな。それらとも違うデュアルチャンバーの響きを持った、ダイナミックドライバーさん。もし予算に余裕があったら、もしくはあなたが僕と同じく、4年間待っていたなら、ぜひ、掴んでみてくれ。といったところで今回はここまで。